こんにちは、大池夏樹です。いつも僕のチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。もし初めて見る方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。このチャンネルでは皆さんと一緒に楽器の演奏を楽しみ、エクストリームに練習をしていきましょう。それでは、スタート。さて、今回はアルトベノーバのファシャープの使い分けを皆さんと一緒に練習していきたいと思います。まず、アルトベノーバの運指表を見ていただくと、2通りの運指があることがわかります。なぜ2通りの選択肢があるかというと、1つの運指では前後の音次第でうまく指を運べない可能性があるからです。一つずつ検証してみましょう。まずはファシャープ1のキー。この指使いではファシャープの直前直後に右手を使う音がある場合、指の運びがとても難しいです。例えば直前直後にファーナチュラルがある場合、人差し指を前後にスライドさせる動きが必要になるため、素早い動きには対応できません。直前直後が右手を使う音。例えば、ミの音である場合も、中指を押すのと同時に、人差し指を前後にスライドさせる運びとなり、とても難しいです。また、この指使いは通常のベノーバやサックスの指使いとは全く別のフォームとなり、汎用性が低いことがわかります。それでは次に、ファシャープ2のキーを見てみましょう。この指使いも、ファーシャープの直前直後にファーナチュラルがある場合、人差し指を前後にスライドさせる動きになりますし、同様に直前直後が右手を使う音。例えば、ミの音である場合も、中指を押すのと同時に、人差し指を前後にスライドさせる運びとなり、やはりうまくいきません。そこで、ファシャープ3のキーを新しく提案します。右手中指で2つのキーをまたぐようにして押さえるため、通常のベノーバやサックスの指使いととても似ています。ファシャープ3の指使いであれば、直前直後にファーナチュラルがある場合でも、人差し指を前後にスライドさせる必要もありませんし、同様に直前直後が右手を使う音、例えばミーの音である場合も、人差し指を押すだけでとても簡単です。さあ、ここまでの説明で、ファシャープ3のキーはとても万能な指使いのように思えますが、この指使いには一つ欠点があります。それは穴を一つ余計に塞ぐことで、音の抜けが悪くなり音程が低くなってしまうことです。そこで音程が気になる場合、ファシャープの直前直後に右手を使う音がない場合に限り、ファシャープ2の指使いを中指で押さえることをお勧めします。この指使いであれば、音程や音質の問題は起こりません。例えば、ソとファシャープなどは、このように指を運びます。また、少し指が詰まって押しづらくなりますが、応用すれば、ファシャープとファーナチュラルの連結なども、このように指を運べます。ファシャープキーの使い分けについて検証いかがだったでしょうか。選択肢が多いということは、どんな時にどんな指使いを使えばいいのか悩んでしまい、演奏に迷いが生まれます。そこで、その前後の音の条件によって条件反射のように使い分けをしてあげる。それが今日のポイントです。1、ファシャープの直前直後に右手を使うキーがある場合、ファシャープ3のキー。これが基本です。2、ファシャープの直前直後に右手を使う音がない場合、ファシャープ2のキーを中指で押さえる。音質と音程が良いです。あくまで僕のやり方ですが、この2つの指使いで全ての曲を条件反射で迷わず演奏することができます。それでは次に実際の曲の中で練習していきましょう。
ここでは最近僕のチャンネルで公開した夏の終わりのハーモニーを使って練習していきましょう。まだご覧になっていない方は概要欄のリンクからチェックよろしくお願いいたします。まずはこのフレで譜読みの練習をしていきましょう。シシレレファシャプソソラファシャプミレ。次に指使いの練習です。このフレではファシャープの音は2回出てきていますが、実際に先ほどの条件と照らし合わせてみましょう。1回目のファシャープは直前はレ、直後はソなので、2のファシャープの直前直後に右手を使うキーがない場合は、ファシャープ2のキーを中指で押さえるパターンですね。2回目のファシャープは直前はラ、直後はミなので、1番のファシャープの直前直後に右手を使うキーがある場合は、ファシャープ3のキーパターンですね。指を動かしてみましょう。シシレレファシャープソソラファシャープミレ。こうですね。伴奏をつけて練習してみましょう。ファシャープソソラファシャープミレ。こうですね。それでは実際に演奏してみましょう。最初は無伴奏でゆっくり演奏しましょう。さあ、最後に伴奏をつけて練習しましょう。この動画の最後にカラオケを用意しました。ファシャープの使い分けを体で覚えるまで何度も何度も練習してみましょう。練習は一回一回の量よりもその頻度が大切です。今日たくさん練習しても明日にはまた忘れてしまいますよね。ということで、またなるべく近いうちに練習しましょう。一回一回の練習時間は短くて OK です。何度も覚えて忘れて、覚えて忘れてを繰り返しているうちに必ず忘れられなくなります。最後になりますが、チャンネル登録をまだされてない方は、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また、この動画にいいねボタンを押していただけたらとっても嬉しいです。それではまた次回、ベノバを楽しみましょう。